空が青いな。タンスできてきたやんけ。はい、おはようございます。本日はですね、こちら、タンスの扉と引き出しがつきまして、あともう一歩ということで完成となりますので、今日はですね、その取っ手をつけて、完成となります。そして、住居の方にですね置いて洋服を、収納したいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、ということでですね、前回ですね、あとちょっとというところで、仕上がりませんでしたけれども、この実はですね、取っ手と言われるものがですね、ちょっとまだ Amazon から届いてなかったということで、前回時間切れという形になってしまいました。はい、ということで、今日はですね、とっとと取っ手をつけてですね、はい、そして、完成とさせていきたいなと思っております。でこれね、見てる方多分気づかれてると思うんですが、引き出しの取っ手のところね、もうすでに穴開いてんじゃねえかと。でなんで穴広げてんだと思われてる方いらっしゃると思います。はい、実はですね、当初ですね、設計では、穴を開けて、もう引き出しにしようと、穴を開けて終わりにしようと思っておったわけでございますがですね、ちょっとやっぱ綺麗にですね穴が開けられなかったんですね。ということでね、ちょっと、上から隠す形でですね、取っ手を購入しまして、はい、それで、購入したやつがちょっと分厚かったものですから、もう一度、マルチツールで、穴を開けてですね、はい、そして取っ手をつけていこうと。で上からかぶせるとですね、汚い切り口が隠れますんで、はい、そしてちょっとね狭い、マルチツールの刃に交換いたしまして、はい、そして再度穴を開けていきます。当初はね、まず穴を両サイドに開けまして、マルチツールで、切り込みを入れてですね、はい、開けて折ったわけですが、この化粧板とですね、この奥に箱があるんですけども、箱も貫通させないとですね、いわゆる引き出しとして引っかかりがないもんですから、どうしようかな、箱も貫通させようかなというふうに考えておったんですが、やはりですね、ちょっと綺麗な化粧の、取っ手をつけようということで変更いたしました。ということでちょっとね、その変更した後に注文したもんですから、はい、ちょっと時間がかかってしまったということでございます。で今こちらはですね、上の扉の取っ手を、つけるために穴を開けていっております。はい、下の引き出しはね、取っ手がつきましたので、今度は、上の扉、こちらに穴を開けていこうということでやっております。そして穴が開きましたんでね、はい、ビスを刺して取り付けようと思ったんですが、なんと
ビスが短いんですね。はい。ランバーコア 15mm プラス継承ベニヤ、カラーベニヤ、2.5mm、2.5mm、だから 20mm ですねの、厚みがあるわけでございますが、ビスがですねちょうど 20mm ぐらいの長さしか、太くでついてこなかったということで、今ねこれ手元カメラで穴開けてますけれども、ビスを通した瞬間ですね、あら短い、どうしよう、長いビスを買わなきゃダメかと思ったんですが、この男はですね、臨機応変対応男でございます。はい、すぐに、計画変更いたします。ご覧くださいね、この後ね。はい。ということで、小さい穴を開けましたので、今度は、ビスが通る、穴を、ちょっと大きめの穴ですね。はい、これを開けていきます。手元カメラで、撮影しておりますね。4箇所ね、穴を開けまして、はい、そして今手で持ってるんですけど、取っ手をですね、はい、つけていきます。はい、さあビスを入れてどうでしょうか。はい、よく見てください。ビスの出、ほぼほぼ出ておりません。ビス頭出てませんね。はい。で一応無理くりね、やってみようと、ドライバーでですね、差し込んだんですが、ちょっとやはり紙が甘いと、一紙ぐらいしかねしないので、はい、上はなんとなく入ったんですけど、下は全然空回りで、入らないということで、はい、この男はですね、はい、考えましたよ。さあどうやったんでしょうか。この後ご覧くださいませ。ちょっと力入れてね、はい、無理くり入れようと思ったんですけど、どうやら届きませんね。ということで諦めます。もう一度ビスを外しまして、やっぱ長いビス買わなきゃダメかななんて思ってたんですが、思いつきました。この男、ザグリでございます。はい、ザグリ、の刃をですね、中国のサイト、テムだったかな、アリエクスプレスだったかな、忘れましたが、それで、結構いろんなサイズのザグリ切りをですね買っておりましたので、小さいザグリを使ってですね、はい、少し削ります。はい、そうすればビス短くてもですね、はい、ビスが入りますので、さあこれでどうかなということで、おっとビスが出ましたね。下もどうだ、おっと出ましたね。はい、このぐらい出ればね、ビス止めできますので、はい、止めていきます。そうすると手でね、軽くねじ込めますので、上も下もですね、はい、固定できました。はい、それから、ベッセルの、電動ドライバーですね。はい、これ便利ですよ。はい、これで締めていきます。そうするとしっかりがっしりと、はい、つきましたね、両方ね。
はい、ご開帳ということでね、はい、いよいよタンスが、出来上がりました。はい、ということでね、いよいよ住居部分の方に移動していきます。設置いたしますので、はい、下にコロをね、実家に昔あった、コロをですねちょっと持ってきまして、キャスターですね、キャスター付きの板、はい、これで運んでいきます。こういう時にね人手がいるといいんですけども、いかんせん一人なもんですからね、はい、一人で運ぶ方法を考えてやっております。これも天井ギリギリですね。はいはいはい、扉ギリギリです。でも入りましたね。はい、ということで室内に、うまく運び入れましたので、キャスターを外してですね、はい、そして設置していきます。はい、こちらの位置がね当初考えていた、位置なんですが、ちょっと奥の方がいいかな、手前の方がいいかなみたいな感じで今悩んでますね。はい、はい、それでは無事タンスが、引っ越しが終わりましたんで、こちらですね、こちらに溜まってる洋服関係、これを収納していきたいと思います。はい、ということでね、いよいよ、山積みにしてた、洋服ですね、洋服関係を、はい、出来上がった洋服タンスの方に入れていこうということでございます。実家からね、東京の実家から、持ってきた、ですね、コストコのショッピングバッグに無理くり詰め込んで、持ってきてますので、それをですね、ハンガーそのままね持ってきましたけども、おっとおっちゃんいたんですね。あらららららら、おっと、ということで、はい、終わりまして収納が完了となります。はい、なんとかね、はい、収納できました。こんな感じ、ちょっと余裕がありますけども、収納できました。はい、こんな感じです。ちなみに花ちゃんここで寝てます。この辺で寝てます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。あとこちら、洋服ダンスが完成いたしました。ありがとうございます。ついに完成ということになります。何日かかってんだって話ですけれども、やっと出来上がりました。はい、ということでね、こちら設置いたしまして、はい、まあいい出来だったんじゃないかなと。細かいところは見ないようにしてください。はい、ということで、ついに新シリーズ洋服ダンスを作ろう、その6か7かもう分かりませんけれども、はい、でやっと完成いたしました。ありがとうございました。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。
ちなみに花ちゃんここで寝ております。人月。はい、見てください。これいちごパフェ。隣のねコーヒー屋さん、アイスクリーム屋さんで期間限定でいちごパフェ、出てきております。数量限定ということで、じゃあインスタでちょっと書いてあったんで、思わず速攻走って買いに行ってしまいました。ということで食べていきたいと思います。いただきます。チョコが入ってる。そしていちごジャム。耐えてきた。そろそろねあったかくなってきてるんで、アイスクリームもちょうどいい季節になってきました。